日本の技術、1km 先へ電気を飛ばしたレーザー送電の衝撃。第1章、オープニング。電気が空を飛ぶ。そんな夢のような技術が、ついに日本で実現しました。2025年、NTT と三菱重工が協力して、レーザーで1キロ先に電気を送ることに成功したんです。これが、レーザー送電という最新技術。コードもコンセントもいらない。未来のワイヤレス給電。災害現場での非常電源。空を飛ぶドローンへの給電。さらには宇宙から地球への電力供給まで。可能性は無限大。今回はその仕組みや実験の中身、そして未来の展望まで、初心者の方でもわかるように、優しく丁寧に解説します。ぜひ最後までお楽しみください。第2章、そもそも、レーザー送電って何？ではここから、レーザー送電ってそもそも何なのかを見ていきましょう。簡単に言うと、光で電気を飛ばす技術です。光で電気が送れるのを、と思ったかもしれませんが、仕組みは意外とシンプル。まず、送る側では電気を使ってレーザー光を発射します。そして、受け取る側では、その光を太陽電池のような装置で受けて、また電気に戻すんです。電気、レーザー、電気、というわけですね。この方法のすごいところは、空間をコードなしで飛び越えて電気を届けられる点です。似たような技術に、マイクロ波送電もあります。これは電波を使った無線送電で、広範囲に電気を送るのに適しています。でも、レーザー送電はもっと、ピンポイントなんです。まるで懐中電灯のように、狙った場所に電気を届けられる。だから、受け取る装置も小さくできて、ドローンやロボットなど、動く機械にも応用できるんです。さらに、波長が短いレーザー光は、直進性が高くてエネルギーのロスも少ない。ただし注意点もあります。レーザーはまっすぐ進む分、途中に障害物があると届きませんし、天候の影響を受けやすいという課題もあります。とはいえ、まるで SF のような空飛ぶ電気、その第一歩が今、日本で本当に動き始めているんです。第3章、2025年の実証実験、NTT と三菱重工。ここで紹介するのは、2025年に日本で行われた世界初の快挙。NTT と三菱重工が共同で、なんと 1km 先にレーザーで電気を送ることに成功したんです。これまでレーザー送電の実験は室内や数十メートル規模がほとんど。でも今回は屋外、長距離、高出力、つまり本格的な現実世界での実証でした。では実験の中身をもう少し詳しく見てみましょう。まず送る側から発射したレーザーの出力はなんと 1kW。これはドライヤー1台分くらいの電力に相当します。そのビームを1キロ先にある受け取り装置に当てて、平均で 152W の電力を取り出すことに成功しました。変換効率はおよそ 15%。一見、少ないように思えますが、レーザーが空気や天候で揺らぐ中、安定して電力を得られたのは快挙です。この実験では、様々な工夫が使われました。例えば、ビームが広がらないように、解説光学素子 DOE というレンズを使って1キロ先でもほぼ均一な平らな光になるように調整しました。そして受け取る側にはインガスという特殊な半導体の太陽電池を搭載。この装置はレーザーの波長にぴったり合うように作られていて、通常よりも高い効率で電気に変換できます。さらに受光面での電流のムラを平準化する回路を入れることで、長時間の安定給電にも成功しました。これは、ただ電気を送れただけではありません。風や気温など、自然の影響を受ける屋外環境でも、信頼性のあるレーザー送電が可能だと示した、まさに技術のターニングポイントなんです。NTT と三菱重工はこの成果をもとに、ドローン給電や災害現場への応用、さらには宇宙空間での活用まで視野に入れた研究を進めています。
この成功は日本が世界に先駆けて次世代エネルギー送電に踏み出した証とも言えます。第4章、レーザー送電の課題と突破口。ここまででレーザーで電気を飛ばせることは分かりました。でもすぐに街中で使えるのかというと、実はそう簡単ではありません。レーザー送電にはいくつか大きな課題があるんです。まず一つ目は大気の揺らぎ。レーザーは空気中をまっすぐ飛びますが、熱や風で空気が揺れるとビームもぶれてしまいます。特に屋外では夏のかげろうのような現象でレーザーがうまく届かなくなることがあります。二つ目は天候の影響。レーザーは光なので霧、雨、雪などで減衰してしまいます。強い雨だとエネルギーが途中で吸収されてしまうんです。三つ目は安全性。高出力のレーザーが人に当たってしまったら目や肌に悪影響を与える可能性もありますよね。ではこれらの課題に対してどんな工夫がされているのでしょうか。まず揺らぎへの対策として光をうまく整える技術が使われています。例えば解説光学素子 DOE やビーム成形レンズを使って遠くまで均一なフラットビームを届ける工夫がされています。また受け取る側ではホモジナイザという拡散板を使って光のムラを鳴らし安定して電力に変換できるようにしています。天候への対策としては雨の日は自動で出力を調整したり複数のルートから同時に送電する仕組みも検討されています。そして安全性。これが一番重要です。実験ではレーザーの発射エリアを完全に囲い、人が近づくとビームが測定するセンサーも導入されています。将来的にはビームの自動追尾プラス自動遮断システムによって空中でも安全に使えるようになると期待されています。こうした課題に正面から取り組むことでレーザー送電は少しずつ実用レベルに近づいています。技術の進化はただ夢を語るだけではなく、こうした地道な工夫の積み重ねでできているんですね。第5章、応用シナリオと未来展望。さて、ここからはレーザー送電がこれからどう生かされていくのか、その応用と未来の姿を見ていきましょう。まず注目されているのが災害現場での活用です。地震や台風などで電線が切れてしまっても、発電装置とレーザーがあれば空からでもピンポイントに電気を届けられます。次に期待されているのがドローンやロボットへの給電。バッテリー切れを気にせず空中や屋内を飛び続けられる、そんな未来も現実になりつつあります。そしてなんとレーザー送電は宇宙へも広がろうとしています。人工衛星で発電した電気を地上の基地にレーザーで送る、それが宇宙太陽光発電という壮大な計画です。この計画では昼夜を問わず宇宙で発電できるので、地上の天気や時間に左右されずクリーンな電力を24時間届けられます。こうした技術は遠くの無人探査機や月面基地、宇宙データセンターにも応用できると考えられています。もちろん地上でも活躍の場は広がります。山の中のセンサー、海上の通信装置、移動中の船や飛行機にも電気をコードなしで送る技術はあらゆる場所を支える可能性を秘めています。そして最終的なゴールは空気のように電気が届く世界。Wi-Fi でインターネットを受けるようにいつでもどこでも電力を受け取れる社会です。こうした未来を日本の技術が最前線で切り開こうとしているんです。第6章、まとめ。というわけで今回はレーザー送電についてお届けしました。電気がコードなしで空を飛ぶ、まるで SF のような技術がもう現実になり始めています。1キロ先まで電気を届けた実証実験、災害対応、ドローン、宇宙発電、課題はありつつもその可能性は広がる一方です。そして何よりこの最先端の技術を私たち日本がリードしている。それってちょっと誇らしいですよね。電気の未来は今目の前にあります。
このチャンネルでは、これからの時代を形作る新しい科学と技術を様々な視点から探っていきます。次の扉ではどんな未来が見えるのでしょうか。興味のある方はぜひ次回もご覧くださいね。